こんにちは。今日は日本を守る、強く豊かにという本をご紹介します。この本は今後の日本がどのようにして強く、そして豊かに成長していけるかを探る内容です。特に安全保障、経済、技術革新、国際関係といった視点から日本の未来を考える上で重要なテーマを取り扱っています。これからの日本に関心を持つ人や社会の仕組みについて深く考えたい人にとって非常に興味深い一冊です。まず、この本が扱う大きなテーマの一つが日本の安全保障です。日本は第二次世界大戦後、平和憲法の下で非軍事的な国家として成長してきました。しかし、現代の国際情勢は急速に変化しています。特に隣国との関係やグローバルな経済競争が激化する中で、日本が自らをどう守るかという問題が避けて通れない課題となっています。本書では、まず日本の現状を踏まえた上で、いかにして強い国家を築くかが論じられています。強さとは、ただ軍事的な力を持つという意味ではなく、経済的、技術的、そして外交的に強固な基盤を持つことを指しています。例えば、近年注目を集めているサイバーセキュリティの分野において、日本はまだまだ遅れをとっていると言われています。この本では、そうした分野での改善策や、どのようにして国際競争力を高めていくかが詳しく述べられています。次に、この本が深く掘り下げているテーマの一つが、経済的強さです。日本はかつて世界第2位の経済大国としてその名を馳せましたが、バブル崩壊後、経済成長が鈍化し、多くの課題に直面しています。高齢化社会、人口減少、若者の雇用問題など、様々な要因が日本経済に影を落としています。では、どうすれば日本は再び豊かな国として成長できるのでしょうか？本書では、経済政策や技術革新の重要性が強調されています。特に技術革新は日本が再び世界をリードするための鍵となる要素です。人工知能 AI やロボティクスといった先端技術が日本の産業構造を変革し、さらなる成長を促す可能性についても詳しく説明されています。また、経済成長のためには若者が安心して働ける環境づくりも欠かせません。日本の雇用システムや労働環境の改善が経済全体に与える影響についても、この本では具体的な提言がなされています。経済的な強さを取り戻すためには、ただ GDP を増やすだけでなく、社会全体がより豊かになることが重要だと論じられています。さらに、本書では外交の重要性についても多くのページが割かれています。日本は経済大国としての地位を保ちながらも、地政学的に非常に敏感な場所に位置しています。アメリカや中国、ロシア、韓国などの大国との関係は常に緊張をはらんでおり、その中で日本がどのようなポジションを取るかは今後の国際情勢に大きな影響を与えるでしょう。例えば、本書ではアメリカとの同盟関係についても詳しく述べられています。日本は戦後、アメリカとの強固な同盟関係を築いてきましたが、近年ではアメリカの内向きな姿勢や国際的なパワーバランスの変化により、この同盟関係が試される時期に差し掛かっています。日本がいかに自立し、またいかにして他国と協力しながら平和を維持していくかが重要な課題として提示されています。特に中国の台頭や北朝鮮の脅威に対する対策は日本の安全保障にとって非常に重要です。本書ではこれらの国々との関係性やどういった戦略を持つべきかが具体的に論じられています。外交を通じて日本が自国の安全と繁栄を守るためにどのような選択肢を持つべきかを深く掘り下げています。このように日本を守る強く豊かには日本がこれから直面する様々な課題を多角的に分析し未来への道筋を描いている一冊です。単に経済成長や軍事的な強さだけでなく国民一人一人の生活の質を向上させることもこの本の中で重要視されています。強さと豊かさを両立させるためには全体的なバランスを取ることが必要であり、そこには外交、経済、技術、安全保障といった多くの要素が絡んでいます。特に著者は未来志向の考え方を強調しています。過去の成功に頼るだけではなく、これからの日本が何をなすべきかを考えることが強く豊かな国を作るための第一歩だということです。視聴者の皆さんも日本が直面する課題について考えるとともに、どのようにして日本をより良い国にしていくかを一緒に考えるきっかけになるのではないでしょうか。また、本書の中で強調されているのは持続可能な成長です。環境問題や資源の枯渇といったこれまであまり重視されてこなかった課題にも本書はしっかりと目を向けています。持続可能な社会を築くためには環境への配慮や再生可能エネルギーの導入が不可欠であり、これが長期的な経済成長にもつながるという視点が示されています。日本が技術力を駆使してどのように環境と経済のバランスをとっていくかは
今後の大きな課題となるでしょう。ここまで現代の日本が直面している問題とその解決策について紹介してきました。この本はただの分析や理論だけでなく具体的な提言が多く含まれている点が非常に魅力的です。読者は自分自身の生活や仕事にどのようにこの内容を反映させていくかを考えることができ、非常に実用的な一冊となっています。さて、ここからはさらに深掘りして日本を守る強く豊かにの後半部分についてお話ししていきます。この本のもう一つの重要なテーマとして技術革新とその影響について触れていきたいと思います。技術の進化は経済成長や国家の安全保障に直結しており、これからの日本の未来を形作る重要な要素です。まず注目すべきは、日本がこれまで世界に誇ってきた技術力についてです。日本は戦後の高度経済成長期において、世界をリードする技術革新を数多く生み出してきました。自動車産業やエレクトロニクス、そしてロボティクスなどの分野では、今でも日本の技術は世界トップクラスです。しかし、現代においては、さらなる技術革新が求められており、特にデジタルトランスフォーメーション DX や人工知能 AI、再生可能エネルギー技術がその中心となっています。本書では、これらの技術が日本経済や国民生活にどのような影響を与えるかが詳細に分析されています。例えば、AI の発展は生産性の向上や新しい産業の創出に大きな影響を与えると期待されていますが、一方で、労働市場における人材の再配置や教育の必要性も増してきます。つまり、技術革新はそのまま国家の強さと豊かさに直結する一方で、労働力や教育システムといった社会全体の構造を変える可能性も秘めているのです。さらに、技術革新とともに議論されるのがサイバーセキュリティです。現代の世界では、情報は国家の資産であり、特にインターネットやデジタル技術の発展に伴い、サイバー攻撃のリスクが急増しています。日本も例外ではなく、国家機関や企業が標的となるサイバー攻撃の事例が年々増加しています。サイバー空間における安全保障が今後の国家の強さを左右する重要なファクターとなるのです。この本では日本がいかにしてこの新たな脅威に対応するかについても言及されています。具体的な対策や国際社会との協力の重要性が強調されており、単なる技術力だけでなく、それを守り生かすための戦略が不可欠であるとされています。サイバーセキュリティの分野で強化を図ることが、日本が国際社会でリーダーシップを発揮するための重要なステップとなるのです。さて、技術革新とサイバーセキュリティの次に、本書で重要視されているテーマが、環境とエネルギー政策です。近年、気候変動や環境破壊が世界的な課題となっており、日本もその影響を受けています。特にエネルギー政策においては、原子力発電所の稼働問題や再生可能エネルギーの導入が大きな議論を呼んでいます。本書では持続可能なエネルギー政策の必要性が強く訴えられており、日本が国際社会で環境先進国としての役割を果たすために、どのような選択をするべきかが考察されています。特に再生可能エネルギーの普及と従来のエネルギー政策とのバランスが重要な課題として挙げられています。例えば、太陽光や風力発電の技術をさらに発展させ、エネルギー自給率を高めることで、日本がエネルギー資源の輸入依存から脱却できる可能性が示唆されています。さらに、環境政策は、ただの経済成長の道具ではなく、地球全体の持続可能な発展に貢献するための大きな一歩でもあります。本書では、日本が技術力を活かして、環境問題に積極的に取り組む姿勢を示すことで、国際的な信用を高めることができると提言されています。こうした視点は、国家の強さと豊かさが、単なる経済成長だけではなく、地球規模での問題解決に貢献することにつながるという、新しい価値観を提供してくれます。最後に、この本が示す日本を守るというテーマは、単に外敵からの防衛や経済的な競争力を意味するだけではなく、日本国内での社会的な問題に対する取り組みも含まれています。高齢化社会や若者の雇用問題、そして地域の過疎化といった問題は、今後の日本の成長を阻む大きな障害です。本書では、こうした社会的課題に対する具体的な解決策も提案されています。例えば、地方創生や働き方改革を通じて、地方の経済を活性化し、人口減少に対応することができるとされています。これは単に経済的な強さを追求するだけでなく、地域社会や国民全体が豊かになるための施策が必要であるという考え方です。このように日本を守る強く豊かには、現代の日本が抱える課題を多角的に分析し、未来に向けた具体的な提言を提示する一冊です。安全保障や経済政策、技術革新、環境問題といった幅広いテーマが網羅されており、日本の未来を考えるための貴重な情報が詰まっています。もしこの本に興味を持たれた方は、ぜひ手に取って読んでみてください。
現代の日本が抱える問題を理解し、未来を強く豊かにするためのヒントが見つかるはずです。下のリンクから本を購入できますので、ぜひチェックしてみてください。それでは次回の動画もお楽しみに。